は大和とみょうがの豚しゃぶサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大葉とみょうがの豚しゃぶサラダを作っていきたいと思います。香味野菜の香りが効いてとても美味しい豚しゃぶサラダです。さらにですね、この豚しゃぶサラダのお肉を柔らかく仕上げる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。しゃぶしゃぶ用の豚肉、大葉、みょうが、お砂糖、料理酒、めんつゆ、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしにんにく、ごま油、すりごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずしゃぶしゃぶ用の豚肉なんですが、こちら今回豚肩ロースを使っていきます。この部位に関しましてはお好みのねしゃぶしゃぶ用のお肉を使っていただいて OK です。脂身がねちょっと苦手な場合はロース肉を使っていただくといいかなと思います。続いてお砂糖と料理酒ですね。こちらはですねお肉を茹でる時に使っていきます。こちらは後ほど説明していきます。味付けに関しましては鶏ガラスープの素とあとはめんつゆで行っていきます。めんつゆに関しましては今回2倍濃縮のめんつゆを使っていきます。こちら3倍濃縮を使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね早速作っていきます。まずはじめにお肉から茹でていきます。茹でる時なんですが、こちらお砂糖とあとは料理酒を加えて茹でていきます。お湯の中に砂糖を入れることでお肉がとても柔らかい食感に仕上がります。そして料理酒に関しましてはこちらは臭み取りとあとは少し下味をつけていきます。料理酒はね塩分が入ってるのでちょっとねお肉に味をつけることができます。そしたらねお鍋にお水を張ってそして沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお砂糖とあとは料理酒を加えてください。そして一度よく混ぜてください。料理酒とねお砂糖を加えたら一度再沸騰させてください。そしたら一度火を止めます。火を止めた状態でお肉をしゃぶしゃぶしていきます。あまり高温でねしゃぶしゃぶするとお肉が硬くなるので火を止めた状態でね茹でていきます。お肉はできるだけね1枚ずつ入れてそして茹でるようにしてください。まとめて入れちゃうとねお肉は固まっちゃうので、だいたい3枚から4枚ぐらいですね一度入れて、はい、あとはね火が通るまでこのようにしゃぶしゃぶしていきます。火が通ったら取り出しましょう。そしてこのようにざるの上に開けておきます。あとはこのままねお肉を冷ましていきます。氷水などに入れるとお肉がねキュッと固まって硬くなってしまいますのでこの状態で冷ましていきます。そしたらね残りも同じようにしゃぶしゃぶしていきます。途中でね火の通りが悪くなってきたらもう一度お湯を温めてそしてお肉を茹でるようにしてください。沸騰したままねやってしまうとお肉が硬くなってしまいますので必ず火を止めた状態でね茹でるようにしましょう。火が通ったら取り出します。お肉もですねできるだけ常温の状態に戻してからねしゃぶしゃぶするようにしてください。はい、 OK です。全部茹で終わりました。そしたらこの状態でお肉を冷ましていきます。それでは続いてみょうがを切っていきます。みょうがはですねこのまずヘタの部分を薄く切り落とします。そして縦半分に切ってそして根元にね少し切り込みを入れます。こんな感じです。このように切り込みを入れてください。そうすると全体がバラバラになりやすくなります。そしたらこちらをですね斜めの千切りにしていきます。こんな感じです。こちら側も同じように切り込みを入れてそして切っていきます。はい、 OK です。切り終わったらこちらをお水に入れてそしてアク抜きをします。ではこちらも同じように切っていきます。みょうがはこれで OK です。このままだいたい5分ほど水にさらしておいてください。それでは続いて大葉です。大葉を一度水洗いしましょう。水洗いしたらペーパーに出して水分をしっかり拭き取ります。
上からまたペーパーをかぶせて優しくね押さえつけて、そして水分を拭き取ってください。はい、で全部拭き取ったらこの茎の根元を揃えて重ねてください。そしたらこの茎をね切り落とします。あとは手前からくるくる巻いて、そして半分に切ってください。あとは切り口を揃えて千切りにしていきます。大葉はこれで OK です。みょうがもね5分経ったので水を切ります。水を切ったらですね、ペーパーでしっかり水分を拭き取ってください。優しくね水分を拭き取ってください。みょうがはこれで OK です。そうしましたら続いて大葉とみょうがね味付けしていきます。まずボウルに大葉、続いてみょうが、そしてここにおろし生姜と、あとはおろしにんにく、そして鶏ガラスープの素、そしてすりごま、あとはめんつゆと、そしてごま油です。そしてこちらをよく混ぜましょう。大葉も束にならないようにほぐしながらね混ぜてください。はい、このように混ざりました。そしたら最後ここにお肉を入れます。はい、そして混ぜ合わせましょう。はい、よく混ざれば OK です。あとはねお好みで味の濃さは調整してみてください。これで完成です。はい、これで大葉とみょうがの豚しゃぶサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねお肉がとても柔らかくて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がすっごく柔らかいです。そしてお肉の臭みもなくて、この大葉とみょうががアクセントになっててすごく美味しいです。ニンニクと生姜もね結構たっぷりめに入ってるので、大人向けのね味わいに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉とみょうがの豚しゃぶサラダのポイントです。まずお肉なんですが、こちらはですねお好みの部位のしゃぶしゃぶ用お肉を使ってください。今回はね豚肉を使ってますが、牛肉を使っていただいても美味しく召し上がっていただけます。そしてお肉を茹でる時のポイントです。お肉を茹でる時はお湯の中に砂糖と、あとは料理酒を加えて茹でてみてください。そうすることでお肉がとても柔らかくて、かつ臭みもなくとても美味しい仕上がりになります。茹でる時に関しましては火を止めた状態で茹でるようにしてください。沸騰した状態でね加熱してしまうとお肉が硬くなりやすいので、必ず火を止めた状態で行うようにしてください。もしね茹でてる最中にお湯が冷めすぎてしまった時は、もう一度温めてねしゃぶしゃぶするようにしてください。そしてお肉を入れる時なんですが、こちらはですね1枚ずつ広げて入れてください。ドバッとね一度に入れてしまうとお肉が固まった状態で茹で上がってしまいますので、こちらは火の通りが悪くなるのと、あとはお肉は硬くなってしまう原因にもなりますので、必ず広げて入れるようにしてください。そして茹で上がった後なんですが、バットなどに開けてそのままの状態で冷ますようにしてください。冷蔵庫に入れたり、あとは冷水で冷やしたりするとお肉がキュッと硬くなってしまいますので、必ずねそのままの状態で冷ましていただけたらと思います。そしてみょうがに関しましては、こちらは切り終わった後はね水に5分ほどさらしてください。そうすることでえぐみが取れて美味しく召し上がっていただけると思います。あとは大葉とみょうがに味付けをして、そして最後お肉を加えてしっかり絡めて仕上げてください。今回は全体を混ぜたんですが、お肉の上にね大葉とみょうがを乗せて仕上げていただいても OK です。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉とみょうがの豚しゃぶサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。